今日は肉巻き豆腐を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報を紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は肉巻き豆腐を作りたいと思います。はい、ということで今回は木綿豆腐を肉巻きにしていきたいと思います。さらにお豆腐とお肉の間に大葉も挟んで仕上げていきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに味付け調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、木綿豆腐、大葉、小ネギ、片栗粉、そして焼く時にサラダ油を使用していきます。まずですね、お肉は今回豚バラの薄切り肉を使っていきます。こちらはお好みの部位のお肉を使っていただいて OK です。ただお肉が分厚いと中に火が通りにくくなってしまいますので、必ず薄切りタイプのお肉を使用してください。そしてお豆腐ですね、今回は木綿豆腐を使っていきます。絹豆腐だとちょっと形が崩れやすいので、木綿豆腐を使用するようにしてください。そしてあとは大葉ですね。お豆腐以外にも大葉をくるんで仕上げていきたいと思います。それでは続いて味付けに使う調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酒、みりん、お砂糖、お酢、おろし生姜、おろしにんにく、塩コショウ、こちらの材料を使っていきます。お酒に関しましては塩分の入っていない清酒を使っていきます。あとはおろしにんにくを使っていくんですけれども、こちら苦手な場合とか少し控えたい場合はおろし生姜だけでも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにお豆腐を切っていきます。こちらはお好みの大きさに切っていただいて OK です。今回は10等分にしていきます。まずね、半分に切って、そしてあとは10等分ぐらいですね、していきます。はい、OK です。このように食べやすい大きさに切ってください。そうしましたらバットを用意してください。ここにキッチンペーパーを敷いて、そしてお豆腐を並べていきます。このように並べたら上にまたね、キッチンペーパーをかぶせてください。そして軽く押さえつけます。さらにですね、また上にバットを置いて、そして上に重しになるようなものを置いてください。こんな感じです。このようにね、木綿豆腐は軽く水切りしてください。そこまでしっかりしなくても大丈夫なんですが、水切りしていただくと食感に弾力が出て、さらに味もね、濃厚な仕上がりになります。このようにね、水切りしないとお豆腐からだんだん水分が出てきてしまって味も薄まってしまいます。なので使うまでね、だいたい10分ぐらいですね、軽く水切りしてください。それでは続いてトッピングの小ネギを切っていきます。こちらまず根元を切り落として、そして半分に切ってください。あとはね、切り口を揃えて小口切りにしましょう。はい、小ネギの準備はこれで OK です。それでは続いて大葉です。大葉は重ねて、まずね、茎の部分を切り落としてください。そしてこちらを半分に切ります。はい、OK です。大葉はね、このように切っておいてください。それでは続いて調味料を合わせていきます。まずお醤油、そしてお酒、みりん、お砂糖、お酢、そしておろし生姜、あとはおろしにんにくです。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。お砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりと混ぜておいてください。はい、お豆腐の水切りが終わりました。こちら外します。はい、じゃん。本当に軽くですね、今水切りされてる状態です。状態はね、そこまで変わらないですね。そしたらですね、もう一度しっかりと水分を拭き取っていきます。そしてキッチンペーパーをかぶせて拭き取ってください。はい、OK です。そうしましたらお豆腐に軽くね、片栗粉をまぶしておきます。そうすることでお肉との密着が良くなります。両面ですね、薄くまぶしてください。はい、これで OK です。それでは今からお肉で巻いていきたいと思います。ではね、お肉を用意してください。まずお肉にね、薄く塩コショウです。軽く下味をつけましょう。こちら側にもね、ほんの少し軽く片栗粉をまぶします。そしてまず大葉ですね。続いてこの上にお豆腐をのせます。そしてくるくる巻きましょう。
はい、OK です。このように巻いてください。巻き終わりがね、ちゃんとわかるように巻き終わりを下にして置いておいてください。それではね、残りも同じように肉を巻いていきます。はい、巻き終わりました。それではですね、ここにまた軽くね、片栗粉をまぶしておきます。両面ね、まぶしましょう。はい、OK です。それでは今からこちらを焼いていきます。それではね、フライパンで焼いていきます。まずはじめに薄くサラダ油を敷いてください。一度全体に伸ばしましょう。全体にね、油を伸ばしたら火にかけてください。このままですね、一度フライパンを30秒ほど温めてください。火加減は中火です。はい、30秒ほど経ったらお肉のこの巻き終わりを下にして並べていきましょう。はい、OK です。お肉を入れたら火加減弱めの中火ぐらいです。そして蓋をしてこのまま少し焼き色がつくまで蒸し焼きしていきます。はい、今ね3分ほど蒸し焼きしました。一度蓋を開けてください。そして焼き色をチェックします。はい、で焼き色がいい感じについてたら裏返します。裏返したらまた蓋をしてください。そして片面も同じように弱中火ぐらいで2分から3分ほど焼いていきます。はい、今ねちょうど2分ほど焼きました。一度蓋を開けます。そして焼き色がついてるかチェックしてください。いい感じに焼き色がついてたらこのサイドのお肉も焼いていきます。こちらはねもう火が通ってるので軽くで OK です。フライパンの縁を利用して焼いてみてください。片方のね縁の部分も焼いてください。はい、OK です。そしたら一度火を止めてください。火を止めたらですね、この余分な油をね拭き取りましょう。はい、全部拭き取りました。そしたらですね、もう一度火にかけて、そして合わせておいた調味料を回しかけてください。あとはですね、こちらを煮絡めていきます。火加減は中火です。この時ね、巻きが取れないように優しく裏返しながら煮詰めていきます。あとは肉巻きが取れるのがちょっと怖いなっていう時は、このようにスプーンですくってお肉にね、この調味料をかけながら煮詰めてください。はい、OK です。このようにちょっとね、調味料にとろみがついたら火を止めます。はい、美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで肉巻き豆腐の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように味もしっかり染み込んで美味しそうに仕上がってます。豆腐もお肉もとてもジューシーに仕上がりました。あとはお好みで小ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。大葉の香りがすごくアクセントになってとても美味しいです。そしてお豆腐にも弾力があって、かつ味が染み込んでてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の肉巻き豆腐のポイントです。まずお肉なんですが、今回は豚バラの薄切り肉を使ってます。こちらはお好みの部位の薄切り肉を使っていただいて OK です。厚切りのものはお肉に火が通りにくいので、薄切りのものを使用するようにしてください。そしてお豆腐ですね。こちらは木綿豆腐を使ってください。絹豆腐でもね、できなくはないんですけれども、すごく崩れやすいので、木綿豆腐を使っていただくと失敗なく作ることができると思います。そしてお豆腐に関してなんですが、最初に食べやすい大きさに切って、その後はですね、軽く水切りしてください。だいたい10分ぐらいで大丈夫です。軽く水切りしていただくことで弾力も出て味も濃厚な仕上がりになります。そのまま焼いてしまうとお豆腐から水分が出てきてしまって味も薄まってしまいます。なので軽くで大丈夫なので水切りしてください。そして巻く時なんですけれども、お肉に薄くね片栗粉をまぶして、あとは大葉、お豆腐を置いてくるくる巻いてください。この時あんまりねぐるぐる巻きにしてしまうとお肉に火が通りにくくなってしまいますので、1巻きから 1.5 巻きぐらいにしていただくといいかなと思います。そして焼く時のポイントです。焼く時はまずですね、お肉の巻き終わりを下にしてフライパンに置いてください。あとはですね、蓋をして全体に焼き色をつけてください。そして全体に焼き色がついたら作っておいた調味料を加えて、あとは軽くとろみがつくまで加熱してください。そして最後はですね、今回小ネギをトッピングしてます。こちらは彩りにもなりますので、ぜひ上にかけて召し上がって
ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は肉巻き豆腐を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。